今日は新型となったヤマハの NMAX に試乗しています。外観は先代モデルを踏襲している部分が多く見受けられますが、その一方で細部を見てみると、個人的な印象としては全体的に高級感が増したという感じがしています。もうすぐ本格的な上り坂に差し掛かるのですが、平坦路を走っている印象は全体的にエンジンの回り方も高級感が増したという感じがしています。具体的に言うと先代モデルもヤマハが新開発したブルーコアエンジンを搭載していたんですが、回転フィーリングとしてはこのようにスロットルを大きく開けた時、若干振動が増えていたというような印象があるのですが、このモデルとなってからはそういったエンジンの回転上昇に伴う振動というのはもうすっかり抑えられているといった感じがします。また大きな違いとしては、低回転域から先代モデルよりももうちょっと密度が高いというか、みっちりしたトルクが立ち上がるようになっていて、それがですね、このような峠道、そして街中の走行のしやすさにつながっているのではないかと思います。このようにスロットルを閉じた状態から大きく開けたとき、今も音から分かったと思いますが、エンジンの回転上昇はそんなに鋭くないというか、あくまでも加速に合わせてエンジンの回転上昇をしていくというような感じなので、スクーター特有の回転数だけ先に上がってしまって加速は後からというようなフィーリングはこのモデルはかなり薄くなっていると思います。裏を返せばリニアな加速性能が得られているという印象で、こういった峠道もとても走りやすいなと感じます。ここはもう結構登っているエリアなんですが、徐々に加速していってくれるだけの余裕もありますし、また先代モデルと比べると最大トルクはわずかに低くなっていますが、その分先ほども言った通り低い回転数から太めのトルクを発生するようなキャラクターに変更されているので、特にこういった峠道ではそういったエンジンのキャラクターが大きな武器になると思います。次に車体ですが、メインフレーム、前後足回り、そしてホイールなど全ての部分にわたって変更が加えられていると言っても過言ではないと思います。まずメインフレームに関しては先代モデルもしっかりした車体だなという印象だったんですが、このモデルとなってその部分がさらに強化したような印象があります。こういったスクーターはどうしても重量物がリアに集中しているのでフロント周りがふわふわすることが多いんですが、この新型 NMAX に関してはこのようにコンスタントスロットルで
スーッと走っているだけでもフロントタイヤがしっかりと地面を捉えているというのがライダーにも伝わってきます。またリアに関しては先ほども言った通り、サスペンション、ショックアブソーバーが改良されていて、今大きなギャップを乗り越えましたが、振動としては確かに伝わってくるんですけれども、うまくいなしてくれているというような、そういった足回りになったので、乗り心地としてははっきり言って先代モデルよりはかなり向上していると言えるのではないかと思います。そして NMAX といえば何といってもこのシャープでスポーティーなハンドリングが持ち味だと思いますが、そういった傾向はですね、先ほどのフレーム前後足回りの改良によってより味わいやすくなっているというか、先鋭化しているというか、際立っているというか、そういった印象を受けます。ここもこのように大きく回り込んだコーナーなんですが、こういったコーナーもですね、ちょっと下手なロードスポーツよりもうまくコーナリングできるんじゃないかというぐらい、この NMAX はこういった場所を元気よく走ってくれます。ハンドリングもかなりシャープですね。思い切って入力してしまうとインに寄りすぎてしまうというぐらい、それぐらいよく回る、そういった設計の車体であると思います。はい、峠を過ぎたのでちょっとここで U ターンしてみたいと思います。ちょうどいいので、ここで新しく装備されたアイドリングストップ、今停車しましたが、もうすぐアイドリングストップ機能が働くのではないかと思います。はい、今アイドリングストップしましたね。それではここから少し難しいシーンですが、アイドリングストップで再始動してから U ターンしたいと思います。アイドリングストップ機能はかなりの完成度にあると言ってよいと思います。先ほどもお見せした通り、スロットルをちょっとひねっただけでエンジンがスムーズに始動して、そこから U ターンしてくるっと回れたわけですけれども、自然なエンジンの再始動といった感じで、また音が聞こえなかったと思うんですが、実はこのヤマハのアイドリングストップ機能というのは、セルモーターと発電機を一体化したスマートモータージェネレーターシステムによって再始動しています。一般的なセルモーターを使ってエンジンを再始動していないので、とても静かなのが特徴となっています。晴れてはいるんですけれども、ちょっと今標高が高いところなので小雨が降ってきましたね。こういった状況でも先ほども言った通り、前後タイヤの接地感が増しているので、安心感は非常に高いと感じられます。でそれが特によくわかるのがフロントブレーキをかけた時で、ちょっとやってみますが、このように強くフロントブレーキをかけても、そのフロントフォークが底付きするような嫌な感触、不安になるような感触が少ない。これがですね、この走りの大きな安心感につながっていると思います。またハンドリングスポーティーだと言いましたが、このように足を前に投げ出した状態だと、ちょっと普通のスクーターではなかなかここまで感じることはないんですが、足を踏ん張ることによってよりフロントタイヤに荷重をかけながら曲がるようなこともできてしまう、こういったですね、スポーティーな味付け、走りというのがやはりこの NMAX 最大の特徴ではないかと思います。それでは前後の交通がちょっと切れたので、市街地走行を想定して少し速度を落としたいと思います。今ぐっと速度を落としたんですが、今回のこの新しくなったブルーコアエンジン、ただ単にスポーティーな走行だけではなく、このようにですね、40キロを切るような比較的低い速度レンジ、そこでの走りやすさも磨きをかけたのではないかと感じています。このスロットル回路に対してエンジンのトルク、パワーの発生の仕方がこの右手一つでかなり細かく制御できるといったキャラクターが加えられたように思います。場合によってはですね、このようにもう20キロ台ですかね、このような速度域でも本当にこの右手に対するこのエンジンの反応がとても穏やかで、この辺りがですね、スポーティーな走行だけではなく、街中での扱いやすさも向上させているのではないかと思います。で今意図的に車体を少し揺すっているんですが、
車体の安定性も高そうだという印象ですね。それほど大きなホイール、タイヤを採用しているわけではありませんが、その割には直進安定性も優秀だなと感じます。で、前後ブレーキに関してですが、まずリアブレーキから。はい。実用的な制動力があると思います。その一方で、やはり NMAX はスポーティーな走りが身上ですので、それに合わせたキャラクターとなっているんだと思いますが、このリアブレーキも結構ローターにパッドが食いつく感触が強めに伝わってきて、スポーティーな味付けのリアブレーキだなと感じます。次にフロントブレーキ。はい。あえてですね、リアブレーキと比較すると、ちょっと弱めにチューニングされているんだと思いますが、これはですね、こういったスクーターでは私は正解だと思います。ただ、リアと比較して、それほど極端に弱めにチューニングされているという感じではなく、フロントはフロントで、リアと同じようなローターにパッドが食いつく感触が強めに伝わってくる、そういった操作感のフロントブレーキだと思いました。はい、今、前後に交通がなかったので、前後 ABS を試してみましたが、振動するような細かな制御を行う、現代的な ABS が装備されている、これも心強い点ですよね。また ABS と合わせてこの NMAX はトラクションコントロールも標準装備ということで、安全性、安心感を高める装備も充実していると思います。それ以外の装備も、例えばですね、この新型となったメーターパネル、情報量が増えているんですが、その割にとても見やすくて好感が持てるメーターパネルだと思います。またスマートキーシステムを採用しているということで、例えば給油時やシート下のラゲッジスペースを開けるとき、そういったときもですね、いちいち鍵穴に鍵を差し込まないでもいい、この辺りの便利装備、利便性が向上しているというのも大きなポイントではないかと思います。その他ですね、これはちょっと時間を割いてコメントしないといけないなと思うんですが、この新型 NMAX ではスマートフォンと連携してさまざまな情報をこのメーターパネル、もしくはスマートフォン上のアプリケーションに表示することができるようになっています。はい、今アプリケーションを立ち上げました。これがアプリケーション画面ですね。このようにエンジンオイルの状態、そしてバッテリーの電圧ですね。今良好ですと出ていますが、そしてここにですね、トータルの走行距離、こういったものが表示されるようになっています。またですね、このようにレブズダッシュボードというページがあるんですが、ここではこのように、これが回転系タコメーターになるわけですね。この NMAX にはタコメーターが装備されていないんですが、このアプリケーションが外付けというか後付けのタコメーターになるような、そんな楽しい機能も装備されています。確かデザインがこういったですね、デザインに変えることもできるようになっています。はい、今エンジン始動しました。このようにちょうどこの部分がタコメーターの針を模しているんですね。これがスロットル街道ですね。こちらがエコ運転の具合、こういったさまざまな情報を表示するようになっています。ここから峠道本格的な上り坂なんですが、こういう状況だと制限速度付近でエンジン回転数6000回転から7000回転の間といったあたりでしょうかね。こういった走行状況もかなり細かく把握できるので、このアプリケーション非常に楽しいなと思います。はい、これじゃあせっかくですからちょっとデザインが変えられたと思うんで、デザインも変えてみましょうか。
はい、じゃあこの画面で走ってみたいと思います。はい、先ほどの画面も見やすいというか見栄えのする画面だったんですが、これもなかなか見やすいですね。スマートフォンの画面が縦長なんで、そうですね、個人的にはこっちの画面の方が好みですかね。さあ、ここから本格的な上り坂なんで、エンジンの回転数が7000回転ぐらいに到達しましたね。ということで今日は新型となった NMAX を試乗しました。最後にちょっと気になったポイントもご紹介しておくと、まずはこのスクリーンというかメーターバイザーですね。これはですね、このような峠道を走っていても高さはもう少しあっても良かったのではないかなと個人的には思います。ただ今回からこのウィンドスクリーンも走行風を跳ね上げるような形状となっているので、もしかしたら先代モデルよりもウィンドプロテクション性能は若干上がっているかもしれません。それとやはり先ほどもこのアプリケーションを操作するときなどに感じてしまったんですが、こういった峠道とか、街中でもそうですけれども、傾斜地に車両を止めてなおかつ両手を使って何かをしたいと、そういったシーンは結構多いと思うんですが、やはり車両が動いてしまってパーキングブレーキ、リアホイールロックはあった方が良かったのではないかと個人的には思います。ただこの新型となった NMAX、外観も MAX シリーズと統一性が図られたものが与えられましたし、先代モデルのスポーティーな走りはそのままに、エンジンフィーリングや外観などあらゆる部分に上質感が少し上乗せされた、それがこの新型の最も大きな魅力なのではないかと感じました。それでは。